倉本寛治さん、当時19歳。山口県光市の海軍工廠にいた倉本さんは8月8日広島市内に入り被爆しました。倉本さんは在米被爆者協会の会長としてアメリカに1000人余りいると言われる被爆者たちの援護活動を進めるため、たびたび広島を訪れています。元気そうですね。いや、いらっしゃい。原爆投下後、倉本さんが家族の安否を気遣って広島駅に到着。行方不明となった父親を探して市内を歩き回りましたが、とうとう見つかりませんでした。当時立命館の学生として光の海軍工廠に勤労動員として働いてましたんで、その海軍のその事務所の方に広島がほとんどもう特殊爆弾で壊滅の状態であるので、あんたはその肉親があるならば帰ってみた方がいいですよっていうのを聞きまして、6月の6日の午後出たんですけど、やっとたどり着いたのが8月の8日の夜でした。その時広島はどういう状況でしたか？ずっと濃い横側からこう汽車が入ってきたんですけど、まだもうもうと燃えてまして、それでいわゆる燃えているだけじゃなくて、もう特別な何とも言えない匂いがきつくしてましたんで、やっと広島駅にここに着きましたら、こんな立派な駅じゃなし、黒々として電気がね2つぐらいちょっとこう裸電気でついておいてありましたけどね、それこそもうこの壁には全部死体があったり、半分死にかけた人がおってね、本当にもうどす黒いっていうか、なんか地獄に入ったような感じだったんですね。そのまま何とも言えない、あらこれひどいことちゃな、こんなのどうしてこんなになったんだろうっていう、原子爆弾というのを知らないもんですからね、なんでこんなひどいことしたんだろうっていうのが実感だったですね。その下の実家に着いた時はその家も焼けてましたんで、だけどその母とその弟とは生きてまして、だけどその時に私が発見したのは、父親はまだ帰ってきてないということで、その晩はそこで一晩寝たんですけど、そのキャンプでいわゆる野宿ですよね、してその次の朝起きまして、疲れてましたのでよく寝たんですけど、起きて見ましたら、その時の広島の光景っていうのは本当にもう何にもないと。で私の家の周りもずっと焼けてまして、でもうその後出て握り飯みたいなのをちょっと食べまして、それから今度母親がやっぱお父さんを探しに行こうっていうんで、一緒に水筒に水を入れて、そしてそのショベルをスコップをね借りて持って、それを持って市の中へね探しに出たんですけど、その時の牛田から今牛田大橋ができてますけど、当時は牛田の神田橋しかなかったんですけど、そこへ上がる途中でもその道の端にたくさんの死体がゴロゴロしてたんですけど、それから神田橋からずっと白島に入ってずっと道のないような状態だったですけど、大体お父さんがこっち行ったんだろうっていう母親が言うので、その中をずっとこう探して、で死体がたくさんあって、それを起こしては探してみたんですけど、私の父親はなかった。でそれから1週間ぐらいそうやって死体を探して歩いたんだけど、それから諦めまして、今度は似島の島にも行ったんですけど、この時の状態っていうのは言うに言われない、なんていうんですか、本当にもう人間の体のないのも全部焼けてましてね、で意識は皆さんみんなはっきりしてましてね、だからそういう状態がついて、であとね10日ぐらい経ってその病院での死人のあれはもう氏が湧きましてね、生きてるんですよ、その本人がね、氏が湧いて泣きながら、その人は半分は焼けて半分は普通のあれなんですよね。その人は意識は非常に強いんですけど、あれを見るといわゆる私どもが昔から言われてるお化けっていうね形相だったと思うんですよ。それが男も女もわからないっていうような状態で、死んだとかどうとか言うんでもやっぱりね死体でもあればと思ってね、でそれをどっかに祀ってあれしたいのが遺族の一番の希望だったと思うんですけども、これも仕方ないですね。どっかで、広島市内のどっかに灰になってるんじゃないかとは思うんですけどね、これはこういう爆弾を今から使うということは非常に非人道だと思うんですよ。やっぱり
誰も彼も無差別でアレストというのは非常に問題があると思うんで、不思議でかなわないのは、私の家の周りがね、やっぱり死人がたくさん下まで逃げてきて死んでるんですよね。それがだんだん臭くなるし、誰もそれを整理する必要がないんで、自分で、弟と穴を掘って、でその上に丸太を置いて、でそのガソリンをあそこから、もらってきて、それで死人を20体ぐらい焼いたですかね。でその焼いた時のね、運んであれするんですけど、その臭みがね、精神的なもんだと思うんですけど、いつまでたっても抜かなかったでしょ。これは私の考えではね、その人たちの亡くなった人たちのね、魂がまだ私の手に生きてるんかなっていう感じもしてたんですが、非常に嫌な感じの悪いで、今はもうそれが感じなくなったんですけど、約10年前ぐらいまで、だからもう30年ぐらいそれをずっと感じてたっていうあれなんですけど、かえって思うのは、日本の場合は日本政府が被爆者に対して検診もしてくれるし、治療もしてくれるし、非常に困っている人にある程度の金を出してくれるっていうんで、非常に恵まれてると思うんですけど、アメリカにおる場合においては、落とした国が、原爆を落とした国が私どもの母国なんですよね。でその母国なんで、アメリカ人はその原爆が落としたことが正しかったっていうのをまだ非常に定流に持ってますんで、私どもも日本でやってるような医療法をね、議会に何とかしてこれを我々が困ってるんだから助けてくれっていうことは訴えるんですけど、ほとんど今の場合は不可能に近いんじゃないかと思うんです。アメリカの場合ね、ドイツで起きたユダヤ人をね、ナチスが殺した、あれに対しては無差別に殺してたですけどね、あれに対してはアメリカ人は非常に同情的なんですよ。で僕はね、しょっちゅう言うんですけど、あれを殺したナチスの殺したのと、広島長崎でね、あれだけの人を殺したのとは、僕は全然違いはないと。でそれだからこういう戦争はやめてくれと、核のあれをやめてくれということは訴えるんですけどね、あの人たちはやっぱりアメリカ人というのは強くならなくて、世界一強いにはね、やっぱり核はやめられない、核を作って、で今のやっとね、軍縮のあれに動いたですけど、あれもね、あの人たちが怖くてやめたんじゃなくて、経済的にロシアはもちろん前から悪いんですが、アメリカも非常に経済的に悪いので、少し核を作るのを減らしそうじゃないかということになっていると思うので、そういう中で核兵器の実験をボンボンやってるわけですよ。これはね、アメリカで作ってる我々のことを訴えてるパンフレットとして作ったものなんですけど、どんなふうな爆弾を落としてどんなふうな状態であるかということと、それからこれが私たちはどうやって生き残ったかということを説明してありますし、それから法案をね、アメリカでの法案をずっと72年から、それから16年前からもう法案を出してるんですけど、それずっと出し続けてはいるんですけど、なかなかそれをアメリカの議会も政府も認めようとしないんですけど、結局ね、アメリカ人っていうのは、いつもアメリカの思想っていうのは正義の味方、博愛精神、人道主義っていうのを彼らは旗印するわけですよね。でアメリカとしては、原子爆弾を使ったことも正義のねために使ったっていうことを彼らは定流に持ってるわけですよね。だけど我々としてはね、原爆は普通の爆弾じゃないと。でそんな無差別にね、あんなにひどくあれしたんで、なるべくああいうことをしてほしくないっていうのを、我々はこれは思想とかイデオロギーじゃなくて体験から割り出したもので訴えるんですけどね、あの人たちから見たアメリカ人のほとんどの人たちはやっぱり原爆を落としたということをあんまりつつかれるのは嬉しくないわけなんですよね。で原爆っていうことをね、僕は自身もそうですし、僕も年取ってたんだけど、だんだん風化しつつあると思うんですよ。でこれを何とかしてね、風化しないように努力して広島長崎を元にして、平和が生まれるような運動はやっぱり将来も続けてほしいと思うんですよね。で一般の他の世界の人というか日本人というか、人類のあれって言ったらやっぱり、僕はね原爆問題をね、広島長崎の現実をね見ずしてねポンと飛ぶ人がおるわけですよね。だからそれじゃなくて一歩一歩ね、広島長崎が経験したことをもとにして、それでもっと1000倍もね2000倍も強いような水素爆弾とかいろいろな特別な番号を作ってますけどね、そ
それがなぜそんなことができるんだろうか、それはやっぱりやってはいけないことじゃないかという、もっと広島長崎を見て、現実面をもっと冷静に見て、その上で戦争論しろ、何ですか、今からどうやって生きていくかということを、世界が生存するかということも考えてほしいなということが私としての望みであり希望なんですね。